世界最高のロックバンドレッド・ツェッペリンの、コンサート映画「The Song Remains the Same」ですね。放題は強熱のライブと言われています。で、コンサート映画ですね、フィルムの方は、強熱のライブですが、でもう一つ、これのサントラ版ですね、ライブ版が、レコードで、出ましたけども、それは「永遠の歌」という放題がついてますね。現代は「The Song Remains the Same」ですね。これはこの映画は76年に公開、1976年に公開されたと思いますけども、実際の映像は、1973年のアメリカツアーですね。でしかも、ニューヨークのマイソンスクエアガーデンを、7月の27、28、29と3日間、行ったわけですが、その、全編を編集しましてですね、それを撮影して、そして、コンサートの全貌を明らかにしたという、映画でございます。でやはりそのパフォーマンス、ですね、それまでレッド・ツェッペリンのレコードなんか聞くと、ちょっととっつきにくいって言いましょうかね。でスタジオのギターのジミー・ペイジのギターの音なんかあまり私は好きじゃなかったんですが、この映画を見るとですね、それが180度変わります。まだですねご覧になってない方はぜひ、ロック映画の最高峰に位置する、私もこのロックショーも好きですけども、それと並んでこの、レッド・ツェッペリンの強烈なライブ「ソング・リメン・ザ・セイム」をですね、もうバイブルとしておりますので、もしご覧になってない方がいらっしゃったらですね、ぜひ最初から見ていただきたいと思います。では、早速やってみましょうかね。音を出すとやはり、著作権に引っかかりますんで、これはもう何て言いましょうか、一緒にね、見ていただきたいとは思いますけども、なかなかね、勝手に映り込んだということで、映像の権利なんかいろいろ難しい問題ありますけども、ちょっとやってみましょうかね。で、コンサート映画とライブの全貌を明らかにすると言いましたけども、実は最初のシーン、もう我々はもう飛ばします映画を作るということで、ですね、チェッペリンが頑張ったと思うんですけども、ちょっと気合が入りすぎましてね、なんか役者みたいなことをやっております。全く、必要ないんじゃないかなと、ですから今ではその笑いの種になっているというかですね、ネタになっているというね、そういうもんでございますね。最初こういうシーンから始まりますね。この大きいガタイの大きい人は、ツェッペリンのマネージャーですね、ピーター・グラント、元プロレスラーと言われておりますね。この、ギャング風のなんて言いましょうかね、シーンから始まりますね。この辺も多分スタッフだと思うんですけどね、ちょっと詳しくは知りませんが、大体飛ばしますんであまり見ない、久しぶりですね、こういうのも見るのもね。じっくりご覧ください。これですね。何個か出てます。これもこれ1000円ぐらいで買ったんですけど、多分全く同じですね。でところがリマスターって言いましょうかね、いろいろこう編集して、実はこうギターソロなんかもちょっと違ったりとか、編集してるんですね。そういうことでございますね。1973年マジソンスクエアガーデンでのライブを中心に彼らの素顔に迫った衝撃のドキュメンタリーって書いてますね。そういうことでございますが、これはね、なんかね、この掛け事っていうかね、しているのを駆逐していくんですね。これは一つにはなんて言いましょうか、ツェッペリン、この映画で少し、触れられてるのが、いわゆる、そのコンサート会場で、それを録音とか録画して、それをまた、シチューに回す、なんていうんですかね、それいわゆるブートレッグ、海賊版、そこで悪毒儲けてるやつらに対するこうね、反感と言いましょうか、
この人はそういうブートレーガーとかを見つけるともう飛んでいってですね、もうそのテープレコーダーを踏み潰したりとかですね、元プロレスラーですからもうひどい目に遭わせたという話がありますけどね。まあこのちょっともう一回戻るというでですね、これスワンソングというそのレーベルなんですね、てっぺんにこれでタイトル出ます。 The Song Remains the Same ですね。でニューヨークマンハッタンですね。これなんていうビルですかね。例のワールドトレードセンターは映ってないのかなですね。ではまあいいや、レッド・ゼッペリンの、メンバー紹介ですね。ジョン・ボーナムドラムスです。そしてジョン・ポール・ジョーンズはベースで、ジミー・ペイジですね。このゾソというわけのわからん、これみんなシンボルマークがありますけどもね。そしてロバート・プラント、そしてエグゼクティブプロデューサーがピーター・グラント、さっきのね、親玉でしたね。まああとはいろいろですね、でこれ監督ニューヨークのマディソンスクエアガーデンを3日間撮ったんですけども、途中でフィルムが足らんごとになったりとかですね、ちょっと監督の不手際というのもあって、実はこの翌年1974年にイギリスのスタジオでもう一回同じセットを作ってライブを再現したんですね。そしてその映像なんかも、ここに、やってるということで、まあそのなんて言いましょうか、映像と演奏の音が違うって言って、当時は少し話題になりましたよね。なんでやねんっていうことで、後から編集してんじゃないかと、後から入れてんじゃないかですね、失敗したところをまた修正して後からフレーズを、まあよく昔のライブ版ではありましたけどですね。ところがまあ実際はその、まあ、7月27日28日29日の、ブートレッグがもう出回ってますけども、その音源を聞くと実はその3日間の、なんて言いましょうかね、音声というかね、音源を編集して実際にライブでした、その、音声というか、何だったんですかね、音源から編集しているということですね。後からスタジオで、編集したのはおそらく、まあ、ボーカルぐらいじゃないかというふうには言われてますね。まあ、それがいいのか悪いのかってですね、だから実際のライブの音源とこの編集した、まあ、一つの作品として作り上げるものもあるので、実際のこれもね、ロバート・プラント夫妻ですね。で、子供さんで、実は子供さんにはちょっとね、悲劇が1977年だったと思いますけどね、ありましたが、まあその辺はちょっと置いてきますかな。でこのように、まあ、メンバーの日常と言いましょうかね、ちょっとそういうのを最初にやっていくという感じですね。もう最初これジョン・ボーナンですね。まだまだ、痩せてますね。1973年ですからもう、ゼッペリンが、1968年ぐらいからですね、69年精力的に、ライブ活動を行いまして、でアメリカでも大人気ということで、この1973年のツアーっていうのは非常にですね、まあ、もうなんて言いましょうか、上り調子ね、最高峰に来たということになっています。ただ、私がこれ最初に、まあ、高校生ぐらいの時ですかね、まあ、その隣に住んでるゼッペリンマニアの方からですね、これはすごいぞと、見ろと、必ずこれを見ろっていうふうに言われて最初見たんですけども、ただジミー・ペイジは、まあ、ギターに限ってですね、ジミー・ペイジはこの頃はもうテクニック的には落ち目だよと、そういうふうに言われましたね。まあ細かく言うとその1971年ぐらいのライブまでがジミー・ペイジのピーク、72年ぐらいから、だんだんテクニック的にはちょっと落ちてくると、ロバート・プラントも当然ちょっと声が出なくなってですね、
69年とか70年ぐらいのもう超絶なハイトーンって言いましょうかね、超人的な声量というのがなくなってしまって喉を痛めてしまったんですね。73年はですから高い音が出ないのでちょっとこう低いところでちょっとこうフェイクって言いますけどね、そういう時期ですね。ただ、ライブパフォーマンス的にはジミー・ペイジはもうアクションとかですね、ステージアクションとか、あと、ライブ構成であったり、ライティングであったりですね、そういうでスタジアムとかで大きなところでやるようになったからですね、ライブ的には、非常に一番もう最高潮の、年ですね、1973年。これが爆笑シーンですね。今までずっとねジョン・ボーナムとかロバート・プラント、そしていよいよジミー・ペイジ出てきましたね、リーダー。これ何やったかな、ホーミーじゃなくてなんとかギーター。爆笑シーンです。写真撮影ですね、有名なシーンですね。ジミー・ペイジがねいよいよ出てきた。何やってんだって、何を作ってるんだい。でピーターがこれを置いていったわということで、何ですか。これジョン・ポール・ジョーンズですね。おお、ツアーじゃないかとみんなに知らせが届くわけですね。ライブしますよとゆたっとですね、自由な時間をしておりますが、ライブの知らせが届くわけですね。いよいよライブ しますから皆さん集まれということですね。なかなかこういうのをじっくり見る、明日じゃないかよ This is tomorrow みたいな。はい、そしていよいよメンバー集結しました。これはジェット機ですね、専用の、レンタルと言われております。でこれジミー・ペイジが説教しますね。この咳でいろいろ言われます。なんか風邪じゃないなと。これ閉めてなかった、まあいいか。風邪じゃなくて、いろいろ危ないって言いましょうか、体に悪いことをしていると咳が出るということですね。それはおいおい、分かってくると思いますけどね。あんまりこの間音を開けたらやっぱり著作権引っかかりましたんで。そして、コンサート会場は実はですね、今かと、コンサート会場に今向かってるんですね。空港から降り立って、白バイと言いましょうか、ジョン&パンチの白バイ野郎の先導にですね、そしてリムジンが行きますけど、リムジンかな。でコンサート会場、ニューヨークのマイソンスクエアガーデンですね。に向かってるわけです。今かとですね。観客が待ってるわけですよ。でざわめきがあったりとかですねしますよね。トンネルを抜けるとそこはニューヨークだったね。でメンバーが乗ってますね。そしてここでアコースティックの、ブローインですかね、流れてきます。いよいよここでゼッペリンの曲が始まるわけですね。あれもあれでしたね、変則チューニングでしたね。これもね、ブロンイだったかな、なんて読むか分かりませんが、この曲ですね。あんまり聞こえると、著作権に引っかかりますので、確か 6弦を C まで下げるんだったかな、まともにコピーしたことないですけども、変則チューニングですね。非常にかっこいい。究極のコピーバンドシナモンさんですね、名古屋のシナモンさんのオープニングの始めはこれですね。そしてロックンロールに入るというね、この映画の再現っていうのは、いわゆるゼッペリンのコピーバンドの、なんて言いましょうかね、永遠のテーマというかね。でいよいよ始まります。イントロダクションですね。ドンドン。
そして、ジョン・ボーナムの「早く始めろ」っていうのでロックンロール1曲目が始まります。73年のツアーのセットリストっていうのもですね、にのっとっていきます。でところどころちょっとカットがありますが、73年ツアーの1曲目、はい始まりました。ロックンロール1曲目、タンタンタタタターン、かっこいいですね。でこの遠目からの映像がですね、27日の映像と言われてますね。実は27日7月1973年に7月27日の、音源っていうのは実はまだ発掘されてないんですね。途中からしかないんで、この映画のこのシーンは、27日が中心になってるんじゃないかということですね。で27、28、29日が最終日ですけど、みんな同じ衣装で、全部撮ったと。で一人だけ違う衣装で出た人がいますけどもですね、それはまたかっこいいですね。でジミー・ペイジは、ですね、アクションが大きくなったのは、この辺りって言いましょうかね。これ多分ピート・タウンゼントの影響ですね。結構マネしいですからね、ジミー・ペイジは。ですね、これはステージマイソンスケアでものすごく広いらしいですけども、ぎゅーっと狭いんですよね、ゼッペリンは。でこの辺はスタジオじゃないかと。翌年にさっき言った翌年にスタジオで撮った、ね、そういう検証なんかしてる人もいますよね。どうでしょうね、これ音があんまり聞こえるとアップロードと一緒。あ、しまった。さっきですね、ギターソロですね、今踏みましたよ、あれエコープレックスをね。結構ね注目したいのはジミー・ペイジの、だからこの辺りもその絵と音が全く合ってないっていうのがありますよね。ということは後からスタジオで撮ったと。でジミー・ペイジで注目してもらいたいのはこのピックアップの切り替えですね。これも完全にスタジオでのアクションですね。音源をバーッと流しながら振り真似っていうんですかね、そういうのをしたっていうことですね。ピックアップの切り替えですね。レスポール、これがレスポールというギターですが、レスポールはここにピックアップの切り替えがあるわけですね。このジャンプ、これ何回かスローで見るとものすごく飛んでますから、もうオリンピックに出れるぐらい。ピックアップの話ですね。このもうジミー・ペイジのギターを、チェックするにはもうピックアップの切り替えと、ボリュームコントロールですね。ピッキングとか、そのフィンガリングとかですね、そんなのはやつしてですね、こういうアクションとかもね、この変な衣装はファンからもらったと言われてますね。これも、なかなか笑いの種になりますけど、この遠目からの映像が27日らしいですね。だから音源がちょっと残ってないんですよね。というわけで1曲目、ロックンロールまで出ましたね。最初のシーンがちょっとだるいですけど、でブラックドッグになりますけれども、実は2曲目はね、さっき言ったレコードサントラ版セットリスト2曲目はセレブレーションデイですからね、2曲目は祭典の日ですから、これもブラックドッグになってます。しかもブラックドッグも短縮版ですけどもね、というわけで映画用にちょっとこう編集して、2曲目はカットされているですね。だからサントラ版を聴くと2曲目はもうすぐで、これにはセレブレーションデーもちゃんと収録されておりますね。映画でカットされた部分も。でもまずは入門編ということで映画ではね。
まあそういうわけでございます。ちょっと長くなりそうなんで、まあこの辺りでまずはロックンロールまでですね。ピックアップの切り替えの話はまた、おいおいやっていきたいなと思いますので、またお会いしましょう。では、See you next time.